RL クラフトを生き抜け、序盤編、第1回やっていこうと思います。RL クラフト序盤でやっておくといいこと、6000。っていうことで、今回は RL クラフトの序盤にフォーカスを当てた、序盤編です。僕が個人的に、序盤にやっておいた方が良さそう、と思うことをいくつか紹介しようと思うのですが、その前にこちらの QR コードをご覧ください。この QR コードは下に書いてある URL の QR コードです。この URL では、RL クラフトを始めた時に、どのように行動すべきか、が書いてあります。もしこの動画を見てる人で、全くの RL クラフト初心者がいたら、RL クラフトを始める前にこちらのページを、一通り読んでみることをお勧めします。ちなみにこのページは RL クラフトの Wiki のページの一部ですが、Wiki の情報はかなりためになるので、ちょくちょく覗きに来ることをお勧めしますよ。じゃあ、RL クラフト序盤でやっておくといいこと6000、紹介していきます。1、チートをオンにしておく。これは、序盤というよりかは、ゲームを始める前、ワールド生成時の話なのですが、チートをオンにしておいた方がいいです。なぜなら、RL クラフトはマイクラ 1.12 という、現行バージョンから相当前のバージョンで動作しており、そもそもが不安定なバージョンで動作しています。そこに180個以上のモッドを導入して動かしているので、よくわからない不具合もたまにあります。例えば、よくわからないところに引っかかって動けなくなる。いつの間にか持ってたはずのアイテムが消えている。そもそもおそらくちゃんと正常に動作していないモッドもある。などです。なので、一応チートをオンにしてコマンドを使えるようにしておき、何か不具合が起きたら、コマンドなどで調査したり検証できるようにしておくといいと思います。2、初期スポーンガチャでジャングルを狙う。RL クラフトは初期スポーン地点はバニラのマイクラと違って、1万 ×1 万の範囲内でランダムな場所にスポーンします。なのでリスポーン地点を設定せずに死ねば、いろんな場所を初期スポーン地点にして始められるのですが、僕個人的にはジャングルがおすすめですかね。なぜなら、ジャングルには、アンピプテラという比較的簡単にテイムできる飛行モブがいるからです。アンピプテラはジャングル内どこにでもいるので、探すのは難しくないはずです。テイムする方法はこちら。アンピプテラがいました。あんな風に上空をぐるぐる飛んでいることが多いです。捕まえに行きましょう。高いところに移動。石槍を投げて攻撃します。飛んでいるアンピプテラに攻撃すると、こんな風に地上に落下してきます。落下してきたアンピプテラに、右クリックで起乗。あ、失敗した。こんな風に嫌がるアンピプテラから、攻撃されます。それに耐えればテイムできるのですが、気を取り直してもう一回挑戦。こんな風に攻撃を受けながら、回復アイテムを使っていきます。ある程度回復アイテムを用意していきましょう。テイムできました。ほぼ初期状態の体力と、序盤で揃えられる持ち物だけでテイムできました。こんな風に空を飛べます。どうですか？何度かやってみたらできそうでしょ？まあ、テイムするのは比較的簡単、と言いましたが、それでもバニラの馬や狼を、テイムするのよりは難しいです。ただ、リカナイトモブのロックなどの飛行モブ用の、サドルを作るには、トロルの皮や牙、アンピプテラの羽やスチュームバリデスの羽などを、見つける必要がありますが、それらの素材を探すよりははるかに簡単なはずです。早い段階で飛行モブを手に入れられれば、
行動範囲をすぐに広げることができます。また、アンピプテラはカカオ豆で、繁殖することができるので、予備として何体か確保しておくといいかもしれませんね。アンピプテラを扱う注意点としては、アンピプテラの操作方法はちょっと独特で、多少の慣れが必要なところです。感覚としてはエリトラの飛行に似ています。また、この動画のように、水上に着水することができません。アンピプテラは水に浮かぶことができず、沈んでしまい最後には溺れ死んでしまいます。着陸するときは水上に着水しないように気をつけましょう。大きな海を渡るのには不向きかもしれませんね。ただ、ジャングルは結構気温が高い場所なので、夏はどこか別のバイオームに移動すると良いかもしれません。3、石槍を作る。次は、石槍を作る、ということです。これはあちこちで紹介されているので、知ってる人もいるかもしれませんが、知らない人のために一応解説します。この石槍のメリットは、丸石1つ、棒2つで4本の石槍が作れるので、簡単に大量にクラフトできます。1スタック16本なのですが、丸石と原木が何スタックかあれば、必要に応じてクラフトできますね。この石槍は、近接攻撃はもちろん、投擲によって遠距離攻撃もできます。弓矢よりは距離が短いですが、ある程度は離れた敵にも攻撃ができます。また、このように連射ができるので、相手にノックバックを与えながら距離を取る、ということもある程度可能です。ただ、相手がちょっと強くなってくると、このように力不足ですね。僕は武器用のエンチャントが大体揃うまでは、ずっと石槍を使ってました。RL クラフトはバニラのマイクラと同じように挑んだら、初めから何回も死にまくることになると思います。もっと初見の人からすれば、見たことも聞いたこともない全くの未知の、強力な敵があちこちに追加されてますからね。でも、同じように見たことも聞いたこともない、便利なアイテムや仕様も同様に追加されています。鬼畜ゲーム RL クラフトに挑むためには、そういった未知の RL クラフト特有の便利アイテムの情報を、できるだけ集めておくのが大事ですよ。残りは後編で紹介しますね。もしよろしければチャンネル登録と、この動画が参考になったり面白かったりしたら、高評価ボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。